天の神様の言うとりってね、もうこいつにします。はい、この子はですね非常に使い勝手がいいんですよね。この高さがあんまりないから、例えば唐揚げとか、肉団子とか固形感のあるものがきれいに収まる。あと隙間も埋めやすい。だから結構ねきれいに盛り付けられるんで、僕はこの浅めのわっぱが非常に気に入ってよく使いますね。はい、というわけで今日はレンコン団子弁当というレンコンをすりおろした団子を作った、お弁当を作りたいと思います。レンコンは粘りがちょっとあるんですよね。でこれを要は鶏ひき肉に入れるとちょっともっちり仕上がる。お弁当って基本冷えるじゃないですか。冷えても柔らかい団子なんですよね。柔らかい。めっちゃ柔らかいしシャキシャキっとするんですよ。地味だけどこういう方がいいな。ではレンコン団子弁当ですね。3種類の具材を用意しました。レンコン団子がレンコン、鶏ひき肉、塩、黒胡椒で、煮る団子なんですけど、かつおだし、酒、みりん、醤油で小松菜のおひたしつけます。小松菜、削りがつお、お醤油、素朴ですね。あと卵焼きはね、もう好きな味でいいと思うんですけど、僕はお砂糖とお醤油入れるのが一番ベーシックですね。はい、じゃあやってみます。まずレンコン団子、レンコン皮を剥く。実際にねお弁当を作る時なんかはこれコンロ1つしかないんですけど、だいたい家庭用コンロだとしたら3つ口だとしたら、もう本来であればおひたし用のお湯はちっちゃいところで沸かしておいてみたいな、そんな感じですよね。おろします。レンコンは粘りがちょっとあるんですよね。でんぷん質というかちょっともっちりする。でこれを要は鶏ひき肉に入れるとちょっともっちり仕上がる。ここちょっと小さいけど入れちゃいます。お弁当だからね。胡椒、お塩。このタイミングで煮汁用意しておきます。かつおだし、酒、みりん、お醤油とで火つけときます。この間に練っていきますね、これね。粘りがしっかり出たら OK。 ただだいたい4等分ぐらい、4つ分ぐらいこうやって十字つけて、で沸いたら順次入れていくと。で冷たい時に入れちゃうとアクがすごく出やすい。団子に成形していくと。ちょんと全然サイズ違うけどね、別に気にする必要はありません。これこのまま煮ていきます。煮汁がなくなる寸前ぐらいまでですね、いきます。ちょっとこう返してあげる。そうすると均一に味が入る感じ。あとはこうやってね煮汁にしっかり浸からせるために少し斜めにしたりしますね、僕はね。あんまり良くないのかもしれないけど、こうやって固定したりしますね。そうすると煮汁にしっかり浸かってる状態になるからね。でこれこのまま煮ていきます。でこの間に小松菜切っていきますね。で小松菜切ったらここに泥が結構溜まってるんで、ここだけちょっと洗った方がいいかな。で適当な長さ、このぐらいでしょうかね。で小松菜の準備これで OK。 あと卵混ぜよう。ここにお砂糖少々だね。こんなもんかな。お醤油少々で混ぜる。で煮上がりを待ちますね。こうね触っててもなんかもちもちしてるのがねよくわかる。ポヨン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 とか、この食感が美味しい。だからお弁当って基本冷えるじゃないですか。冷えても柔らかい団子なんですよね。やっぱ鶏の旨味ってすごく強いので、かつひき肉ってすごい出やすいんですね。だからこの今入れた水分、かつおだしも入ってるんで旨味はたっぷりなんですけど、酒、みりん、醤油、ここに鶏の旨味が出て、さらにそれをまとうって感じですかね。濃縮していくと煮汁少なくなってきたらまた寄せてみたいな。なんか大量調理しといてもいいと思いますけどね。
ちょっと常備菜的な感じにもなる。しっかり色がついてきた。あとは濃縮させてちょっと絡ませる感じ。これね多分レンコンの効果だと思うんですけど、これとろっとするんですよね。こういう感じかな。火止めてこのまま置いておきます。続いて卵焼き焼いちゃおう。油で、卵焼き器がない時にやっぱこういうので綺麗に巻くの難しいじゃないですか。だからオムレツ型にちょっと分厚くするためにこう斜めにやっぱりこれも寄せるんですよね。その時にこのサイズのフライパンは本当に便利。これお弁当フライパンって名前だから、そういえばね。あ、そうなんですか。そう、お弁当用に開発されたフライパンなんです。深さもあるからさっきみたいに含めることもできるし。そう、最初は触らず、そしたらまずそして寄せる。でこれも斜めにこうやって焼く。オムレツですよ。あとちょっと弱火で火を入れる。本当はね柔らかい卵の方がね美味しいですけどね、なかなかお弁当で持っていくのにね半熟怖いですからね。上から触って締まった感じですね。締まった感じになったら OK。 取り出しておきます。お湯を沸かす。まず茎の部分ですね。茎の部分を入れて10秒ぐらい。3、4、5、6、7、8、9、10で葉の部分入れてもう10秒ぐらい。5、6、7、8、9、10で OK ですね。ざるに取って冷水に取ると。上からお醤油をかけ回しても要は味飛んじゃうんですよね。だからなんか和え衣みたいなもので付着させる、もしくは野菜自体にしっかりと絡ませる状態でお弁当には入れた方がおひたしとかいいですね。しっかりと絞ってボウルに開け、これだから鰹節を和え衣にするって感じ。でお醤油で混ぜる。で詰めていきます。まずお米。僕はねあんまり仕切りとか使わないですね。盛り付けづらくなる。でご飯の上におひたしは全然嫌じゃないでしょ。あとお好みでなんかごまとか振るとねちょっと彩りにもなるし、今日はこのシンプルでいきましょう。はい、完成です。お弁当はこの開ける前のこの瞬間がやっぱり一番楽しみですよね。自分で作ったから中身知ってるんだけど、わあ地味わあ地味ですね。地味ですか。まあお弁当はやっぱり地味な方が好きだしね。もともと買うお弁当もそう幕の内とかああいうものよりもなんか潔い方が好き。はい、サバの塩焼き漬物。じゃあいただきます。味がねやっぱり飛ばないですよね。しっかりと絡んで塩味がちゃんとしてる、卵ね。卵焼きってなんでお弁当の卵焼きって美味しいんでしょうね。懐かしい味。これね栗原家の味です。うちの袋ずっと醤油と砂糖だった。肉だ。柔らかい。めっちゃ柔らかいしちょっとシャキシャキっとするんですよ。美味しい。地味だけどこういう方がいいな。温かみがあるというか手作り感があるというか
から大量調理して置いといてお弁当に詰めてもいいと思いますね。で冷たくなっても硬く締まらないからぜひ作ってみてください。